野さん、おはようございます。今日も若々しいですね。はい、ありがとう。ウォーキング今日してるんですか？ウォーキングはね、ほとんど毎日やります。どれくらい？もうほんの15分とかなんですけれども、まあでも毎日歩きます。その毎日続けることが若さの秘訣なんですね。そうですね。で、前回は、髪の毛とお顔とお声についてお伺いしたんですけれども、シニアの人専門の婚活サイトに入ったんですよ。いいねみたいなのが1400くらい来ちゃって、ヘアの神様ちかさん30年ちょっとは行ってますね。ウグイス嬢をやっていたんですよ。声を出してると元気になりますね。今日は全身聞かせていただきたいんですが、はい、お任せください。日本最高齢美魔女の大野が皆さんにお教えします。レッツ美魔女。大野さん、先ほどもウォーキングされてましたけど、はい、一番気になる寝たきりにならないための下半身の鍛え方ってあるんですか？とにかく毎日歩くっていうことです。年取った人ってすぐ分かっちゃうのは前かがみになって歩いてるですよね。だから私はいつも姿勢よく歩こうって思うんですけど、そのためには頭のてっぺんがこう空から引っ張ってもらってるようなつもりして歩いてます。これがとっても効果的です。意識して姿勢よくしようって思わなくても、ここだけポイントがあると自然とすごく姿勢が良くなるんです。あとね、やっぱり女性だからね、お出かけの時は必ずヒールを履きましょうね。ヒールで履くのって結構疲れますよね。疲れるんだけどね、女性としてヒールっていうのはすごい武器だと思っています。ヒールを美しく履くために、私は全身が痩せてるのに体重もそんなに多くないのに足だけ太かったんで、リフィートという美脚に特化したエステに通いました。そのヒールで履くためにこう頑張ってこう鍛えていること他にもあるんですか？朝目が覚めるでしょ。そしたらベッドの中でヒップアップ体操とストレッチをやってます。どんな風にやるんですか？もう寝たままヒップを上に持ち上げるだけですね。足を開いて、でこれを20回、それから上でちょっと小刻みにもう20回で、最後に10秒間辛いんですけど上に上がってる状態でキープして、これで終わり。でこれを2セット。はい、結構きつそうですよね。そうですね。でももう今習慣になってるからそれほどきついっていう感じはしないんですが、これでヒップアップと、あとお腹が出ないんですね。筋っていう動作をしなくてもとっても鍛えられます。だから私は一応お腹が出てないんですよ、全然。はい。ヒップアップストレッチの後にもうちょっと股関節とかもやるんですか？そう股関節はね本当に大事でね、股関節をこう広げるポーズをやってからおはようって起きます。でそうするとやっぱり一日毎日が軽いとかそういうの変わるんですか？そうですね、もう毎日だから意識的ではないですけれども、あとやはり体の中の代謝を良くしなくちゃいけないので、それはやはり食べ物とか飲み物の影響が大きいんですよね。いろんな一時サプリとかたくさん飲んでたんですが、今はこの重曹とクエン酸の入れたお水を朝1杯飲むと、これだけをやっています。まず重曹ね、はい、それからこれがクエン酸です。両方ともこれは薬局で買うんですけれども、食品添加物って書いてあります。100均とかでお掃除用の重曹売ってますけれども、必ず飲むときはこの食品添加物って書いてあるものを買ってください。まず重曹から、これは 3g ですね。スプーンにも2分の1ぐらいです。そしてこれがクエン酸、ティースプーンに2分の1ぐらいね。そしてお水を注いで、ちょっとねシュワーってするんですよ。ちょっと酸っぱいかな、クエン酸が。爽やかで美味しいんです。これを毎朝必ず1杯飲んでます。もう体内が浄化されるような感じがして、このおかげかどうかわからないんですが、私はこれを飲み始めてから便秘をしたことが1回もないです。実際後
日食べてるもの、取ってるものってあったりするんですか？毎日そうですね、卵2個は必ずゆで卵にして取ります。これはタンパク質が大事っていう。そう、タンパク質が大事。でそれ以外に食品について気をつけていることありますか？一日の食事の中で納豆とかお味噌とか、日本にはいいものがたくさんあるので、必ず発酵食品と食物繊維をなるべくたくさん摂るようにします。その合成着色料とか合成香料とか、あとトランス脂肪酸、マーガリンに実は入っているんですが、こういったものはなるべく避けるようにしています。では大野さん、はい、日本最高齢美魔女として、はい、後輩のたくさんの美魔女ちゃんたちに、はい、一生笑顔で暮らすアドバイスください。一生笑顔で暮らすの？そうね、やっぱり信用できるのはね、同性の友達です。はい、男性とはね、すごい熱烈に恋愛しても別れるってことがあるんですけど、本当に心を許し合える同性の友達は一生付き合っていけると思います。一時期会わないことがあったりしても、心のどっかでつながってる人とはつながっていて、困ったことがあった時に困っちゃったって話せる、あるいは向こうが困ったことがあった時に話してもらえる、そしてお互いに助け合える、そういう人が、一人でもいいし、一人でも二人でもいてくれさえすれば、何かあっても笑顔になれると思います。心の面ではね、そういうところがすごい大事だと思うんですよ。体力的にも？そう、体力はね、やはりね、もう老化っていうのはもうしょうがないでしょ。アンチエイジングって言葉があるけれども、エイジングってもうしょうがないでしょ。絶対エイジングしていくでしょ。でもなるべく元気に年を取りたいので、若い時からトレーニングとか筋トレとかね、ヨガとか何でもいいですから、体を動かすことは必ずやっといた方がいいと思いますよ。なるほど。あとは社会につながるってこともすごい大事にしてるんです、そうなんですよ。高齢になったりするとね、社会から断絶しちゃうような状態になる場合があるんですけれども、私は SNS をずっとやってることによって社会とつながりっていうのを感じてるし、特に若い人たちとお友達になれるのがすごく大きな要素で楽しいです。一番若いお友達っていくつぐらいなんですか？インスタを見てメッセージをくれてるお友達が18歳かな、おばあちゃんぐらいなのかな、18歳の子だとね、たくさん今の流行ってる曲を教えてもらったんですけれども、ではすごいなって、昔はこんな曲なかったなって思うことが多いですね。同世代の友達が紅白を見て、やはりアドとか顔全然わかんないけどいつ出てくるのかと思ってたら、そのまま顔が出ないとか言ってみんなびっくりしてて、うっせえうっせえとか言われてこれがヒット曲なのかしらっていうふうにびっくりしてましたけれども、感覚がずっと古いままにいると新しいものの良さも受け入れられなくなっちゃう人が多いので、私はその点若い人たちからいろいろな新しい流行りを教えてもらって楽しいですね。でも時にはいろいろ言われちゃうことも。60歳の時にこのコンテストに出て、なんとビキニ着てウォーキングしたじゃないですか。もういろいろ言われましたけど、でもすごい素敵でしたよ。ありがとうございます。すごい賛美のコメントとともに、痛いとか恥ずかしいとか、いい年してやめてほしいとかアンチコメントもたくさんあったんですね。でもそういったアンチコメントくださるってことは注目してくれてるっていうことなので、それもまたありがたいなと思いましたし、それに輪をかけて多くのお褒めの言葉をいただきましたし、私自身一生懸命トレーニングをして体をキープして出演したので、何も恥じることはないと思っていて誇りに思っております。で最後にじゃあ一言、視聴者の方にもメッセージお願いします。60歳の時に還暦美魔女と呼んでいただいたおかげで人生が変わりました。12年経ちましたけれども、やはり還暦美魔女になったことによって、もう常にもう太っちゃいけないなとか、若々しくなきゃいけないんだと思って、この12年間生活してこれたので、
本当に感謝してます。美魔女友達がね、本当にもう何百人もいらっしゃるので、それによって生きがいが生まれて、とても楽しい人生になってます。この12年間も頑張ってきましたけど、今後の12年間も頑張ります。みんな元気でいてください。そしてメッセージよかったらください。よろしくお願いします。タイムレスビューティー。私の話、前編と後編見ていただけましたでしょうか。ぜひ美魔女スタイルのチャンネル登録といいねボタンお願いいたします。コメントもお待ちしてます。ではまたお会いしましょう。